は強敵だそんなな。の聞いてないよ。覚悟を決めましょう。本日の動画は70代後半の RC 歴40年の方から依頼された故障品の修理をします。パソコンが苦手なので、お孫さんに頼んでヘリちゃんに連絡してきた方ですね。本来はお受けしないのですが、熱意に負けました。おっちゃん、計110ボードの修理屋さんでもやれば、動画作るより1000倍儲かるわよ。無視かよ。すごくご苦労されたメインローターです。練習熱心な方なのですね。フレーム強化プレートもカーボンで自作されています。向上心もあるお方だと思われます。垂直尾翼もカーボンで自作されていますね。これはデザインが凝ってますわね。飛ばしているところは畑かな。赤土みたいなものがついてるわね。キラキラシール。キューティーピニオン。私は使ったことはありません。計120のテールモーターが入ってました。メインモーター。意味深げな受信キーボードと ESC。謎の栗の絵が描かれてますね。栗を少しめくってみたら、すごいものを見てしまいました。おっちゃん怒られるわよ。メインギアがたくさん入っていました。これは幻の計120のメインギアではないですか。正体不明のメインギア。ESC その2。受信キーボードその2。先ほどのは受信キーボードその1でしたか。私は1に見えてましたわよ。受信キーボードその3。ケーブルが激しく溶けた ESC。ロゴが入っている SUT モーター。外観がかなり傷んでいるわね。初めて見る3枚テールブレード。私は使ったことはありません。結構軽いけど、2枚に比べると重いですわね。最後にブラシレスモーターその2。以上、ジャンク部品の紹介でした。まずは修理できないものなんですが、00と書かれたモーターは内部で断線してました。これは修理できません。巻き直せばいいじゃないの。初心者様には手巻きモーターは扱えません。ケチくせえな。機体のあらゆるところを強化しないとダメだから、かえって負担が増えるだけです。計 110S のモーターでも十分チューンされてるモーターです。過ぎたるは及ばざるがごとしってやつですかい。では、受信機ボードの修理をします。これはその2のボードですね。周りのコネクターを外して修理しやすくします。故障の原因は難産す。テールモーターか配線のショートでテール駆動用の FET が焼損です。これはよくあるパターンですわね。よくあります。これは軽い方ですね。パターンまで焼けてませんね。ギリギリのところでしたわね。裏側の0オーム抵抗も焼損しています。あらあら、こんがり焼けちゃってる。FET の取り付けです。このボードにはクリームハンダを使いました。なんでクリームハンダを使うんだ、教えろ。同じボードを3個も修理するから同じでは飽きるでしょクリームハンダは溶け残りがあるとショートするじゃん。う。使った後のお掃除が大事なのよ。私はお掃除が得意ですわ。おほほ。0オームもハンダ付けしました。取り付け動画ないのかよ。他の2つがあるから我慢して FET のドレインを少しパッドから離してみました。予防措置ってやつですか。そうだよ。受信機ボードその2、修理完了。店長、その3入ります。あいよ、任せておきな。なんか、これもさっきと同じようで、映えませんわね。先ほどのボードも、このボードも、新品のものを一発で壊したようですよ。それはきつすぎ。接続するものは個別にテストしないと、こうなってしまうんです。
めんどくせえ。そのめんどくさいことができるかできないかで運命は決まるんよ。すんません、寝てました。今度はハンダで勝負ですか？見てる方を飽きさせないための演出やんす。それが伝わればいいわね。棒読み。何よ、あっという間にハンダしちゃってんの。そこに何の苦労があるんですかい。ちょっと、おっちゃん、このテクニック見せちゃっていいの？すみません。寝てました。ずっと寝てろ。ということで、受信機ボードその3、修理完了です。最後のボードです。これはなんだか雰囲気型だものではないわね。このボードは、バージョンが V5 の古いもので、トランシーバー IC が小型のものですね。なぜ小型なのか教えろ。知らにゃい。お食事中の方はご注意ください。これはすごいことになってるわ。これナンバー1のジャンク品かしらね。お掃除してみないとわからへんがな。私お掃除好きやねんけど。ここはおっちゃんに任しておき。裏のゼロオーム抵抗は無事ですね。この抵抗が頑張っちゃったから FET がひどいことになってるのかしら。それもあるけど、FET のメーカーが違うのかもね。ゲートのパッドが剥がれてますね。これは終了ですわね。ドレインのパッドも剥がれてます。この世の終わりですわ。おほほ。とりあえず、チャレンジしてみます。FET の端子がパッドに焼き付いてますね。取れました。第一関門突破です。ゲートのパッドとドレインのパッドが剥がれてます。首の皮が1枚つながってるという状態ね。これは修理できてもテールモーターのパワーが出ないかもしれません。パターンが焦げてるからね。ソルダーレジストで補強しまする。これ、厚く塗ると固まらないのよね。薄く塗って固めて、必要ならもう一回繰り返すといいよ。はい、完成でござんす。なぜかムカつく。チェ。これはその2のボード。ESC はケーブルが溶けたものです。1.25 コネクタケーブルはすごく良いものに交換したらしい。これはその3のボードです。ESC はケーブルを再販打しました。1.25 コネクタケーブルがシリコンコードになってるわね。これはその3のボードです。ひどく焼けたボードですわね。おほほ。
これも 1.25 コネクタケーブルがシリコンコードになってるわね。ショートした時に起伏が解けないから対応が遅れて、ボードに深刻なダメージを与えるかもね。ちなみに、シリコンコードは後付けされたものですわよ。あれ、今日はもったいぶらないで、3個同時に作動確認かよ。動画が長くなっちゃうからね。2番、3番のボード、バインド待機状態で問題なし。あれ、すごくひどかった1番目もバインド待機じゃん。さあ行ってみようか。2番バインド OK。チェ3番バインド OK。まだまだ、最後の一つは簡単ではないわよ。3番バインド OK。牧場くそ。やりましたね。また買ってしまった。あれ、敗北ってどんな味だったっけ。ムカつくくらピー。受信機ボードが直ってもテールモーターのパワーが出ないと話にならないので、純正テールブレードを使い推力を測ってみますね。まずは2番のボードです。素晴らしい推力が出てます。 19g が標準的なのよね。それを上回ってるわね。3番ボードいきます。なになに、これも優秀じゃん。最後は問題の1番ボード。修理できてもテールのパワーが出なければ使えねえよ。なんで？一番パワーがあるじゃん。魔改造したんかい。うふふふ。テスト機はお預かりした K110S を修理して使います。テール関係はすべて新品に変えました。古い部品を使ってまたショートしたらネタになってよいのに。そんなことをしなくても原因は後半でわかるからね。ここは良いアイディアです。折れたボディマウント、カーボンロッドで修理されてます。さすが RC 歴40年ですわね。まずは2番ボードです。アイドルアップに入れてますが問題なくテールを抑えてます。テールブレードは純正の小さいタイプね。重いメタルローターヘッドを使っているので反トルクも増えてると思うけど問題ないですね。続いて3番ボード入ります。動画としてはそろそろハプニングが欲しいわね。3番ボードも問題ありません。それにしてもこのモーターはよく回ります。何か魔改造でもしたの？コネクター部分を再ハンダしただけだよ。おっちゃんがハンダ付けしただけでパワーが出るのかよ。うふふふ。最後は1番ボードでございます。このボードは私がいただくので自分の機体でテストしました。またコレクションが増えるのかよ。このボードはテストを続けますです。バインドに孫つくことがあったことをリークしますわよ。おほほ。それもすぐに改善しますわよ。おほほ。ということで視聴者様から依頼された K110S などを修理する動画でした。ちょっと待った。何よ何よ何なのよ。テールモーターの修理も頼まれたのよ。分解してみたけど状態が悪いです。墜落でモーターをロックさせてブラシが変形パターンですね。ブラシにまだ厚みがあっても変形すると出力が出ません。 SUT モーターなので諦めきれないと思いますが使わない方が無難です。コミュテータもこんな感じだしと言いつつも直してみましたけど結局直すんかい。使わないで記念に持っていてください。お守りかよ。受信機ボード故障の原因はこれですね。エナメル線の被覆がなくなってプラマイがショートしたようです。これではひとたまりもないわね。これは 0.3 ミリのポリウレタン線を買えばいくらでも作れるのでモーター交換時に全部交換した方がいいですよ。ということで
視聴者様から依頼された K110S などを修理する動画でした。今回修理代はいただきませんので、代わりにひどい状態の受信キーボード ESC モーターをいただきました。K120 のギアは1枚しか持っていないので助かります。あれだけ K120 をしておいて、ギアも持ってないとは、こいつアホなの。おいちゃん、あまり墜落させないから K120 のギアを壊した記憶がないのよ。やっぱ変態だわ。毎度ありがとうございます。